皆さん、こんにちは。T2ES です。電気電子講座を始めることになりました。理解しやすく進めるため、一番基礎的な概念の説明と実際のテストをメインで講義を行いたいと思います。講義を始める前に目標を設定したいと思います。今回設定した目標は小圧コンバーターを作ることです。小圧コンバーターを作るために必要な部品に関した簡単な説明、そして実際回路上でテストを行いながら各部品に関した実験も合わせて行います。これが小圧コンバーターの回路です。小圧 DC-DC コンバーター、またはブースターコンバーターとも呼ばれています。小圧コンバーターは低い入力電圧を高い電圧に変化して出力する回路です。小圧コンバーターは次の部品で構成されています。これはコイルです。インダクターとも呼ばれています。役割としては電流を溜めたり放出したりする素子として理解すれば回路の説明が簡単にできます。これはスイッチです。電流を流したり切ったりする素子で、実際のテストでは電子スイッチである MOSFET を使用します。これはダイオードです。電流を一方向にしか流さない素子です。これはコンデンサーです。電圧を溜めたり放出したりする素子として理解すれば、回路の説明が簡単にできます。これは抵抗です。抵抗は電流の流れを抑制する素子です。この回路では出力電流を抑制するために使われています。これが実際作ったテストボードです。これがコイルです。これはスイッチ素子である MOSFET です。これがダイオード。これがコンデンサーとなります。このボードを実際動作させてみました。テスト設定は写真のようです。これは入力電源です。5V の電圧を入力しています。これは出力電圧を測定するためのマルチメーターです。入力電圧を入れていないのに 4.4V の電圧が残っていますが、これはコンデンサーに充電された電圧が放電しきれず残っているからです。これは信号発生器です。ボタンを押すと25マイクロセクの単発パルスが出力されます。入力電源を入れると、入力電圧と出力電圧が同じになることが確認できます。信号発生器のボタンを1回押すと、電圧が少し上昇しました。ボタンを押すたびに電圧が徐々に上昇していることがわかります。上昇された電圧はコンデンサーに充電されますが、ボタンを押さないと放電し始め、電圧は落ちていきます。このように低い電圧を高い電圧に変換できることがわかります。今日はここまでです。次回はこの小圧コンバーターに使われた抵抗に関してお話しします。お疲れ様でした。